高柳さん何やってるんですか？ちょっと最近太もも太くなってきたから太もも痩せしようと思って。ダメよそれじゃ。そうなの？前も今から痩せるトレーニングするからちょっと見て。はーい。はい、今日は前ももの張り解消ということでひろみさんに教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。前ももの張りの原因についてまずお伝えします。1つ目は後ろ重心になっているということ。2つ目は浮き指が浮いている。3つ目は前側の筋膜を使っているということです。指を使えていないと前ももが張りやすいっていうのが筋膜からも言えるわけですね。でも指をしっかり床で押さえてあげると足の裏の筋肉、ふくらはぎ、もも裏、お尻の筋肉をしっかり使うことができます。というところで皆さん今日は足の指を意識することをテーマにトレーニングしていきましょう。ゴー！レッツゴー！ 3、2、1、ゴー！はい、ではまずペルビックカールという動きいきます。親指、小指を開いて床を押さえて手でセッティングしてあげます。はい、その足裏の間、拳一つ、膝の間、拳一つです。ここから仰向けになります。両手は床の上、鼻から吸って準備、吐きながら恥骨を上に持ち上げて下から順に背骨持ち上げていきます。お尻を上げてキープです。膝とお尻、かかと一直線になるようにキープします。この時に膝を伸ばしながら持ち上げると前ももに効くので、足裏はお尻にキュッと引き寄せる意識で持ち上げてみましょう。もも裏やお尻に効いて感じればグッドです。そのままキープ。息を長く吐いて、恥骨という骨をできるだけ上に上げておきます。はい、じゃあゆっくり下ろしていきましょう。はい、仰向けもも上げいきます。両足を持ち上げます。太ももの間は拳一つ、すねと太ももは平行です。膝を90度のままつま先を遠くに下ろしていきます。息を吐きながらつま先にちょんとタッチしたら吸って準備、吐きながらアップします。この時に膝を伸ばすと前もも使っちゃいます。膝、すねは床と水平です。吐きながらダウン。つま先もしっかり伸ばして足指使います。ちょんとタッチして吐いてアップ。反動を使わないようにしましょう。膝伸びてこないようにして吐いてダウン。胸張ってこないようにします。つま先タッチして吐いてアップ。膝が伸びてこないようにして吐いてダウン。クラムシェルいきます。横向きで膝を90度より手前に、足裏が手前に来るように寄せてあげます。上の骨盤を足元の方に引っ張ってあげます。吸って準備、吐きながら上の足持ち上げていきます。骨盤が後ろに倒れないように上で掴んだ骨盤の位置そのままでいきましょう。ゆっくり下ろしていきます。前ももを使いすぎると膝を伸ばしながら上げてしまいます。膝は曲げたままいきます。吸って準備、吐きながらアップ。マックス開いた位置でキープです。吐く息長く。繰り返す筋トレもいいんですけれども、自重で行うトレーニングはキープすることもしっかり負荷をかけられる運動になります。しっかりあと 1,2 ミリアップしてそのままキープです。頑張って。あと5秒。吐く息長く呼吸続けてゆっくり下ろします。はい、では反対側いきましょう。上の骨盤手を当てて足元の方に引っ張って下の脇腹少し横から浮かせておきます。膝を90度より手前に曲げて持ち上げていく、ゆっくり下ろしていくの運動です。骨盤が開いた時に後ろに倒れないように注意しましょう。はい、では吸って準備、吐
吐きながらアップします。この時に力が入るのはお尻の奥の筋肉です。外ももや前ももに効いて感じる人は少しフォームが間違っているかもしれません。足の裏の内側を設置したままです。骨盤を倒さないようにするとお尻の奥にギュッと力が入りやすいです。吐く息長く呼吸を続けて、ゆっくり下ろします。はい、うつ伏せもも上げいきます。両手は床につきおでこをついておきます。両太もも、膝を90度程度曲げてつま先を天井に向けます。そのまま吸って準備、吐きながらアップ。太ももは手のひら1枚分上がる程度で OK です。できるだけ恥骨は床につけたまま行ってもも裏、お尻に効かせていきます。はい、では吸って準備、吐きながらアップです。この時に股が開いてこないように太ももの間、拳一つ幅で行います。すねと太ももは平行のまま、つま先の真上にしっかり伸ばしてあげます。吐く息長くキープです。足の指意識して、では立って足指を鍛えていきます。足裏の間、拳一つ、親指、小指をできるだけ開いてセッティングしてあげましょう。そのまま立つ姿勢でキープ、エロンゲーションします。上に頭を1、2ミリプッシュ、身長をズルするイメージで伸びておきます。横から見たときにお腹が前に出ないように意識してみましょう。かかと重心 NG です。足裏の真ん中イメージして、吐く息で上へ伸びます。足の指の力意識して吐く息で上へ伸びます。息を吐くと背骨曲がりそうになりますけれど、対抗して伸びることで腹筋にうまく力が入ります。鼻から吸って吐く息で伸びます。足指をぐっと押さえて伸びます。両手骨盤です。指が閉じてきた方はもう一度指を開いてあげましょう。吸って準備、吐きながらアップです。かかとを上げます。かかとを上げた時に親指の肉球にかかりすぎ、小指の肉球にかかりすぎ NG です。親指、小指の肉球、均等に押さえてかかとを真上に上げてあげましょう。お腹が前に行かないように注意します。はい、じゃあゆっくりいきます。手準備、吐いてアップ。はい、ちょっとバランス崩しそうな方は片手どこか手で支えて行ってみましょう。アップしたままキープできる方は頑張って、前もも使いすぎないように重心の位置、お腹前に行かないように胸張らず上に伸びてきます。親指、小指の肉球均等にプッシュです。エロンゲーション伸びて上に伸びます。はい、ではもう一度指を開いて床を押さえます。はい、何度も指を開いてあげることを大切にしていきます。両手骨盤、重心をゆっくり左に移していく右足上げます。膝を90度曲げてつま先を伸ばしておきます。太ももを15度程度後ろに引いてつま先で後ろのボタンタッチしに行くイメージで引きます。ゆっくり戻す、吸って吐いて後ろへ引く、戻すを繰り返します。吐いて後ろ、戻す、吸って吐いて後ろ。グラグラしてしまう方は手でどこか支えながら行って構いません。姿勢を優先しましょう。吐く息で引く、吸って吐いて引く。片足立ちの方の膝は緩めておきます。吐いて引きます。
戻して吸って吐いて引く。胸を張ってこないように注意します。はい、ではもう一度親指小指開きます。ひたすら指を意識します。両手骨盤、重心をゆっくり右に移していき、左足アップです。膝90度曲げて、つま先ピンと伸ばして、太もも15度程度後ろに引きます。後ろのボタンタッチしに行くイメージ。胸を張らないように、恥骨とあばら骨を寄せる意識で引いてあげると腹筋うまく使えます。手順に吐いて後ろ、手順に吐いて後ろ、で吐いて後ろ、で吐いて後ろ。さあ、だんだん行っていると太ももがねじれて後ろに引いてきます。まっすぐ後ろに引いてあげましょう。で吐いて後ろ、エロンゲーション伸びときます。吐いて後ろ、エロンゲーション、頭を1、2ミリ上に引き伸ばすイメージです。胸は張らずにお腹も意識、頑張って。はい、ではもう一度親指小指しっかり開いてあげます。両手は骨盤です。お尻をプリッと突き出しながら上体を下げていきます。体幹の傾きは45度いかない程度です。太ももが床と水平よりちょっと上がったハーフスクワットでいきます。このままキープ、戻る、繰り返していきます。吸って準備、吐いてダウン。つま先の方向に膝が曲がるように意識してみます。自分から見ると親指や人差し指がしっかり見えます。この時にかかと重心だと指が浮いて前ももにつきやすいです。足指しっかり使って前に行き過ぎてかかとを置くほどは NG です。足裏全体使って指を開いて押さえてあげます。このままキープです。しっかりできていると内もも、お尻の横も硬くなって感じます。3、2、1、はい、OK。じゃん、コンプリーティッいや、今日はすごいやった感があるね。あります。めっちゃ汗かいたし。はい、お疲れ様でしたというか、僕がお疲れでしたけど。お疲れ様でした。いや、この足指使ったら全然こう他の筋肉が疲れないっていうか。そうなんですよね。足の指の筋肉を普段使えていない人ほど、こうバランスも崩しやすくて、アウターマッスルに特に力が入りやすい傾向があります。ひろみさん今リンっていうオンラインサロンをやってるんですけれども、そこで詳しくね足指インナーマッスルの使い方全部教えてくれますので、ぜひ動画の説明欄の方をご覧ください。